こんにちは。ながらくライクの時間がやってきました。ながらくライクとは、あんなことやこんなことを忖度なしに話していくラジオ感覚の番組となっております。今日のテーマって言いたいんだけどさ、なんか微動だにせずにさ強調されてる人がいて、置物のように。そうそう、今日のテーマを教えてもらってもよろしいですか？ブライクの挑戦、マーケセールス採用このタイミングで、はい。ついにベールを脱ごうとしてて、あんだけ拒否してたマーケとセールスの採用を2025年8月の期 FY5 ですね、5期目から採用をしようかなと思っておりまして、3000人ぐらい採用しようと思って、軍隊営業組織嘘だまあ、とりあえずマーケセールスを採用しようと思っているので、この動画を見てる方で我こそはっていう人に届けたいので、ノーはなしで皆さんに質問をしてもらいながらマーケセールスについて語っていきたいと思いますので、この動画がローンチされている時にはブログを作っていまして、このマーケセールス採用のブログをお二人にも読んでもらったと思いますが、それについて深掘りをしていきたいと思いますので、どんどん質問ももらえると嬉しいです。じゃあ早速なんですけど、なぜこの創業5年目っていうこの創業5年目というタイミングでマーケ、あとセールスを採用しようと思った理由は何でしょう？こんなにね、問い合わせが来ると思ってなかったんだわ、初め。もう嬉しいことですね。こんなに大きいお客さんの支援をすると思ってなかったの。初めはさ、九州の福岡で中小企業やめて1億から5億ぐらいの企業さんの相手をするぐらいのシステムを入れるぐらいのつもりだったわけさ。売上高でいうと、まあ頑張って1億3、4人ぐらいでやれたらいいかなと思ったら、そんなこともなくさ、30億から50億の企業さんからバンバン来さ、長くて4年間付き合ってるお客さんもいたらさ、こっちの体制間に合わん。デリバリーの体制が、デリバリー体制を拡充していかないとお客さんからのリクエストに応えれない。だけどその人たちにも生活があるじゃん、デリバリーの体制のする人たちにも。となると、ちゃんとその人たちが生活できる水準を維持するための売り上げが必要になるってなった時に、僕の限界が来てて、今創業4期目で 1.5 億越すタイミングじゃないですか。マーケセールスって僕やってるじゃないですか。もちろん既存のお客さんからの売り上げはお二人やってくれてると思うけど、新規ってほぼ僕じゃないですか。もう無理組織でせな無理。確かに大田さん一人でやってるのに新規のお客さんの問い合わせの手は増えていってますからね。それ確かに月に5、6件来てさ、頑張って返信してさ、面談してさ、採用面談もしてさ、なんちゃってね、経営もしなくちゃいけないんじゃないですか。なんちゃってとなるとマーケの仕事に注力はやっぱね 100% はできないからさ、このタイミングでしようと思った背景は、思った以上にお客さんからのリクエストが多すぎて、それに応えたいから組織を作っていく。そのためにも必要なトップラインを上げなくちゃいけないっていう感じですね。大立さんのその思いみたいなものって、そのセールスとかをやっていく人にも多分伝わってないといけないのかなとは思っていて、こんな人が欲しいみたいな、なんかそういう像ってあるんですか？まず01だと思ってるので、嫌いなタイプから伝えるとさ、うちのだけは厳しいぞそして多分ここだとめっちゃ長い。話してもないわ待て、嫌いなタイプを、じゃあ、思いついてないけど3つだけ言うわ。マニュアル営業が嫌い、言ったことを自分から動かないやつが嫌い、すぐ答えを求めるやつが嫌い。意外と短かった。あと5いきましょうか。あとあとね、お客さんのことを聞かずにこの IT ツールがいいですよっていう人嫌い。それぐらいじゃない？も他なんかあるかな？なんか言いそう？あと電話するの嫌い。お客さんに電話するの。だから電話泥棒なんですよ。電話泥棒。人の時間が奪う。そう。なるほどなるほど。時間泥棒だね。時間電話による時間泥棒。そう電話してさ、お客さんがいるかどうかも分かんないで電話してさ、お客さんつながったら今いいですかって言って電話していくときにさ、お客さんもストレスじゃん、こっちもストレス。100件電話しても3件ぐらいしかアポイント取れなかったらさ、超無駄じゃん。電話はしない。こっちも嫌だ。電話かかってくるのも嫌なんで、ドキドキしない、電話1回置くもんね。はいわかりますよ。私基本無視ですよ。2回目かかってやっとる。急ぎなんだろうっていう。なるほど。これ見てる人2回かかる。基本スラックのコミュニケーションで終わる。その電話が意味がない。2回来る人はもう本当に急いでる人だからって、はい、
フライクのマーケットっていうかセールス楽しいのはさ、お客さんはもうほぼほぼフライクのことを知ってくれてる段階で問い合わせしてくれて、しかも嬉しいのがさ、頑張って作ったコンテンツを見てくれて、このコンテンツめちゃくちゃ良かったですっていう人からの問い合わせなんだよ、ってなったらさ、なんか営業するっていうよりかはさ、役に立ってる感があるじゃん、お客さんに。確かにそれはね、面白いなと思ってて、なんかリツキと沼ちゃんがさ、営業嫌いですっていうのはさ、通りを歩いてる女の子に声かけてナンパしてこいと結構似てると思ってて、嫌じゃん、それ。嫌だ。緊張するじゃん。どうせ断られるし、どうせキモって言われて終わるんだけどさ、向こう通りかかってる人たちは大体フライクのこと知ってんだよ。なるほど。でしかも大体興味ある人がこっちに寄ってきてくれてんのね、そうすると楽だから、あんまセールスっぽくないと思う。どちらかというとコンテンツに磨きをかけて、磨きに磨きをかけて、なおかつセールスをしながら、業務設計をしながら、お客さんからこういう要望があってシステム研究開発をさらにして、それをコンテンツにしていくみたいなのを、しかも仲間がいるじゃん。システム研究開発してくれる仲間がいるから、それをコンテンツにするのは僕の役目であって、それをたくさん頑張って磨きをかけたら問い合わせが来てって、結構いいポジションだと思ってるんだよね。確かに一般的な営業セールスとかよりはなんかそういうストレスはなさそうな。確かになさそう、ワクワクから始まるかもしれないですね。楽しみみたいな、なんか新しいこういう業種から問い合わせ来たんだけど、どんなことしてんだろうぐらいの感じでいけません？そう、なんかお客さんからの問い合わせでテンションが上がる。しかもさ、問い合わせってさ、イメージだけどさ、すごい短いイメージない？これについて問い合わせしたい。うちめっちゃ長いけね、問い合わせ500文字ぐらいは最低あるから、ラブレター、就活の志望動機からって言われる。プロジェクト中のお客さんが大滝さんのアグレッシブなところが好きだったので、いつかは会いたいと思いましたみたいなコメントまで来るみたいな、そういうのはね、やっててよかったなってすごい思いますけどね。見知らぬ状態から始まるんで、マイナスか、よくてプラマイゼロからスタートするのが多分最初のセールスですけど、ゼロから始まることあんまないですよね。絶対お客さんのイメージ、プラスから入りますよね。だからそれで多分フラットにいけるんじゃないかなと思いますね。やっぱうちからこう問い合わせとか営業とかすると、最初下手に出てからどうですかみたいなところから行かなきゃいけないじゃないですか。多分それがない、ストレスフリーにこっちからアクションできるとかいうか、望めるというか。でもそれをするためにはさ、素敵なコンテンツを作り続けない。いや、そう、そこはね、あるよね。なのでコンテンツを作るとか、探求心的なね、新しいサービスが出た時にやってみようとかっていう、この情報のアンテナを張っておくとか、そういうことはやらなくちゃいけないので、それが嫌いとか、新しいものに取っ換えるのがめんどくさいみたいなのは合わないとか。そうですよね、やっぱり。例えば名刺のツールで33あるじゃないですか。あれ完全にフライクの運用ルールに載ってるもののさ、あえても解約をするって、解約するか違うサービス並行するか分かんないけど、33はほぼ使わないっていう意思決定をしてて、スマートビスカを入れますと。でスマートビスカを入れた時には、その IP をする時にリスクがあるかどうかの反射チェックをする時のものがリスクモンスターっていうのがあって、それは上場する時の監査法人とかからこれを入れなさい、入れてくださいっていうリクエストがあるようないいツールなんですね。それをあえて入れることによって、スマートビスカとリスクモンスターが連携できると。じゃあフライクは IP をするわけじゃないから入れなくてもいいけど、お客さんにリクエストに応えるためにそういうふうな IT ツールをあえて導入して、社内のプロジェクトを回して、良かったところも悪いところもマーケのコンテンツに仕立てて、それをまた動画で話して、セールスをするとか問い合わせに対応するみたいなのが面倒くさいと思う人は合わない。そうですね、好奇心の塊じゃないと無理ですね。現状維持だったら無理だと思う、仕事ってなってくると、今マーケットセールスっていう話してますけど、一般的なマーケットセールスと違いそうだなって今見てると思ってるかもしれないですね。なんかね、僕ね、これね、YouTube セールスだと思ってる。YS。新しい。YS、インサイドセールス、フィールドセールスが YS、YouTube セールス。YouTube ってセールス領域もあるし、マーケ領域のこともあると思うので、まず YouTube にコンテンツを投下してセールスをしていくっていう観点だったら結構新しい領域じゃないかなと思ってて、プラスフライクがやろうと思ってるのがインテントデータって言われる、例えば固定 IP に設定している30億から50億以上の企業さんが業務改善システムとかっていうのを調べてたりとか、セールスソースの管理者を募集していました、
とかっていう情報が、その情報がインテントデータがスラックの方に通知が来るんですね。こういう企業さんが興味ありそうですよと、こういう調べてますよ。でそれを見てとあるツールに見たら、確かにな、このお客さん良さそうだな、じゃあその中にある誰に連絡しようかな、 COO、 CTO、 事業部長、じゃあ事業部長に連絡しようと思ったら、これまでお手紙を送ったと思うんですね。ではなく、フライクではとあるツールを使って、例えばその人がゴルフが好きだっていうのが分かれば、ゴルフのボールのところにフライクのロゴを印字した状態で送って、お手紙名刺ぐらいのサイズかな、二次元バーコードをピロリンってしたら、フライクからのメッセージとか YouTube に届きみたいなのを想定してるんですね。でそれを実は内部側ではどうなってるかっていうと、例えば株式会社シンボリの、浅沼部長が見たよっていうのが通知が来るんですね。部長までは来ないけどさ、ピロリンってされましたよっていう情報が分かるので、その時に初めて電話するとっていうアクションでもいいし、それも今回やろうとしているマーケセールスのところの2025年5期目のところの取り組みとしてやろうとしている一つ。失敗するかもしれないけどね。そうですね、分かんないですね、まだね。面白み。いや、面白そう、面白そう、めっちゃ面白そう。いいっす。あれピロリンを見るまででいい。出た、結果を求めてるから。ピロリン見て。正解がないですもんね、これは。ここからもやりますとは言ってますけど、何するかもまだこう模索しながらでしょうし。じゃあ具体的には何をするんですか、セールスマーケット。その人の属性によるかなと思ってます。マーケが得意だったらやっぱコンテンツを作るところとか、一緒に YouTube を発信していったりとか、あとは YouTube の数字、これまで結構適当なんですよね。全然データドリブンでやってなくて、なんかいいねがたくさんついたから嬉しいなとか、あとはチャンネル登録増えたから嬉しいなとかだったんですけど、今ハブスポットを入れて入れようとしてて、ハブスポットって優秀なのが、このホワイトペーパーとかに来た人を測定する URL が発行されるんですね。 YouTube 側に概要欄にその URL を貼っておくと、その YouTube 側からどれだけ来たかっていうのが分かるんですね。これまでは YouTube 側からホームページに来た人が何人ですっていうのが分かるんだけど、この概要欄から飛んだ人が何人ですっていうのは測定できるんですね。となると、動画は見られてるかもしれないけどホームページの方に来ていないってことは改善の余地があるわけじゃないですか。そうすると動画の中でこういうふうにもうちょっとバナーじゃないけどこういう風に案内をしようねとかっていう改善ができるっていうのは、マーケとかデータドリブンでしたい人はそういう風な強みだと思います。ただセールスをずっとやってましたとか、例えばセールスフォースジャパンにいた人とかだったらやっぱゴリゴリ営業職の方が強いと思うので、じゃあどちらかというとさっき言ってたインテントデータがポンって出て、このお客さん興味があるなと思ったら、じゃあその後はなんかゴルフボールを送ったりとか、なんかコーヒーとか送ったりして、じゃあその後はじゃあ突撃訪問するのか、リンクトインとかでメッセージを送るのか、僕よく Facebook でメッセージ来たりとか X でも連絡して問い合わせというか打ち合わせしたりするので、そんな感じでアグレッシブに動くのが好きなセールスの人はそういったところからやっていくんじゃないかなと思います。ってことは採用するのは一人ではなく、いろんな属性のマーケ寄りの人、セールス寄りの人がいてもいい。最終的にはね。でも初めは多分ここだけしかやりませんみたいな人は無理なんで、完全に僕の右腕みたいな感じで全てオールマイティーといいますか、どこか飛び抜けてる必要はないと思いますけど、どこでも経験したいっていう人のアグレッシブさの方が採用枠としては初めに用意するところですね。じゃあ01で考えるのが好きで、探求心があっていろんなことを自分でやりたくて、でなんかここにこだわりたいじゃなくて広くやれるような人を求めたいと。いる？いるかもしれないな。システム的な知識はいりますか？システム的な知識はあるといいけど、僕だって初めからあったわけじゃないんですね。だって一番最初この会社作った時にはフリーとセールスフォースとボックスとエバーノートと BI ぐらいしか知らなかったんで、結構知ってますよそれから広げていったんで、まさか35個も IT ツール使うと思ってないじゃん。でもそうですね、確かに。嫌いじゃないんだよ、IT ツール自体が。好きなんだろうね。私35って今考えたら結構すごいですね。なんか僕ら平気で使ってますじゃないですか。前職何ツールだったっていう、10絶対使ってないと思ってて。そうだよ。
話変わってるけどね。あー話変わってるけど、スマホにアプリ何個入ってるって話やん。それはいっぱい入ってるんじゃないでしょ、これがビジネスになった途端みんな使わなくなるからね。確かに、本当はもっとよくできるはずなのに。でしかもさ、一回さアプリダウンロードしてみてちょっと遊ぼうっていう感覚あるじゃん、うんプライベートだったら、ゲームだと同じじゃん、はいはいちょっとやってみてみたいなことあるけどさ IT ツールになった途端にせんじゃん、だからそれができる人っていう観点だったらなんかちょっとアグレッシブにやりたいそうですよね。なんかちょっとさ話違うかもしれないし僕やったことないのに偉そうに言うなって話かもしれないけどマッチングアプリたくさんやってる人は俺いいと思っててはいはいはいは見てるから君だよ君だよいはい。特定の人物。いやいや分かってるでしょあ、分かるんですよ。いたじゃんいたじゃん彼特定の彼はさもともと IT ツールなんか全くじゃんもうボックスもやったことないのにボックスドライブしか使ってなかったって言ってたのにさマッチングアプリだけはこれはですね大滝さんこういう用途なんですよこれはですねこうですっていう風なのがあったから多分 IT ツールにも強くなっていったんだもんだよね、となるとプライベートでもビジネスでもその自分の好きったものにはこうアグレッシブにいける人がいいんじゃないかなってそうですね。久々に思い出してゲスの極みだったなと思ってまあ今例がマッチングアプリだったからそうですけど、別にマッチングアプリじゃなくてもいいですよね。そう計算ツールでもいいでしょうし。でも問い合わせれば向こう飛んでこう飛びついてくる話しましょうか、面談しましょうか、いろんなツールの話聞いて、あ、これ面白いな、これつまらんなみたいなのをやるだけでこれが、ね、コンテンツになったりとか、そこをアグレッシブにしてくれるマーケットセールスの人がいればなんか我々もやりがいがあるっていうか、もっと調べてよと、エンジニア人これちょっと楽しそうだから金融開発してよとかって言われたらウェイってなるしね。そうですね。楽しそう、相乗効果もすごくありそうだなって思いました。システム連携組み立てず、なんかワクワクする人はいいかもしれないですね。そうあこれー確かに。これなんだろうとか、こうなんかもっといろんななんかアプリ入れてみたらいいんじゃないかなとか、まあ大谷さんのツイッターとかでちゃんと何でしょう、システム連携組み立てずこう変わりましたみたいなその流れとかでもうめっちゃ変わってるのおもろそうって思ってもらえたらまあ向いてるんじゃないですかね。もう独立して全然違うことをやってる人なんだけど一番最初 X で僕に絡んできたちょっと面倒くさかったんだけど、なんでクイップとセールスソースとノーションを使ってるんですかみたいな人は結構いて、その人は感度高いなと思って、なんかクイップとノーションって同じだしセールスソースともできるのになんでそれやってんのとか、ボックスにもノートあるのになんでボックスノート使わないのみたいなツッコミを X でくれたから面談して東京で飲んでうちの人事制度がいたのに一番最初ひな形作ってくれた人がそういうふうな絡みをしてくれたから絡みの時には面倒くさいなと思ったけど、ちゃんと興味があるから答えてくれたっていうのはなんだろう、興味を持つっていう観点ではすごくありがたかったですね。ケトラン沼ちゃん、大滝さんが一緒に働きたいと思ってるマーケセールスってどんな人なの？何事にも興味のある探求心のある人たちかな。そしてからのまあなんか一つの枠にとらわれない、セールスとはこうあるべきだとかマーケティングはこうあるべきだっていうのはまああるかもしれないですけど、多分その一個にとらわれずにあんなことやってみようこんなことやってみようみたいな新たな正解探すような感じの心がある人たちなんじゃないかな。ワンピースのさサンジのさオールブルーを探すみたいなやつあるじゃん、ああいう感じだよね。やばい僕わかんないんですよ。今日一雑だったああいう感じだよねつってオールブルーだよ。ないじゃんそんな。オールブルーは何なんですか？全てのの魚がいるそうそうそう海みたいな。イーストブルーとウエストブルーだよねとかっていうのがあって、その北南東にそれぞれ海があるんだけど、それぞれ特徴の魚とかがいるけど、オールブルーは全ての魚がいるっていう意味合いで捉えたんだけど、クソお世話になりました。皆さんクソお世話になりましたまだなってないでしょ。チームのマーケセールスで一緒にクソお世話になっていただける方連絡していただいて、我々も一緒にお話ししたいなと思ってるので、ぜひよろしくお願いします。一緒にオールブルーを探しましょう。ちなみに僕ゾロのが好きなんですよ。この締め方でいい。俺はね、サンジが一番好き。かっこいい、もう男って感じ。タバコ、スーツ、男かな。バイバーイ。